でも筋肉触れなくなっちゃいますよ。いや別に触りたくない。いやお母さんがこの赤い服がいいって言ってたもん、うちは青が好きなのにってなったらちょっと Kill or keep. What habits of boys are unforgivable here in Japan to Japanese girls, and what habits might they forgive a little bit more? Let's go and find out and ask Japanese girls, and please subscribe and like. Please, please, please. ダメ男子を考えて恋人のに許せるものはどれですか？ガリガリかムキムキ、どっち？ムキムキで。ガリガリがいい。理由を教えてください。ストイックなところがいいなって思うので、なんか力あるとなんか何でもしてくれそうだなみたいな。荷物運んだりとか？だからいいですね。やっぱりなんか筋肉触りたいです。じゃあ逆に日本人の好きなガリガリ系なんででしょう？なんか筋肉いっぱいついてると、なんか男の人っぽくてちょっと怖いから、なんかしかも細い方がやっぱスタイルよく見えるかなって思います。でも筋肉触れなくなっちゃいますよ。いや別に触りたくない。でもそしたら男性のどういったところを見るのが好きなんですか？例えば腕がちょっと筋肉あると見る好きかもしれないけど、こっちがガリガリなんでないんで、どういったところがかっこいいんですか？でもここの首筋好きです私。どうでしょう？どこ見ますか？どこだろう。髪の毛とか頭ふさふさしたくなる。ガリガリかムキムキ、どっち許しますか？許します。ムキムキの方を許すかな。ムキムキの方が許す。どっちも別にそんなにないわとはなんないかも。なんでムキムキでしょう？ムキムキの人の方がこう自分をこうストイックに追い込めそうなので、なんか自分に対して厳しい人の方がいいかなって思います。自分に対して厳しい人はまあいろいろちゃんとしてそう？なんか頑張る時に頑張れる人なのかなって思えるので、そっちの方が信頼できるかなって思います。やっぱガリガリだと頼りなさそうな感じ。こっちがこうどんどんあれしてあげようこれしてあげなきゃみたいな、ちょっと心配になっちゃうみたいな、その気持ちが好きにやってんのねみたいな感じになるから、ムキムキの方がいいかも。肉食系か草食系、どっち許しますか？肉食系ですね。肉食系ですね。なんででしょう？やっぱ草食系ってなると弱々しいイメージがやっぱりあるから、こうやっぱ男性の方にはグイグイ来てほしい、積極的に来てほしいっていうのはやっぱありますね。受け身になりたいっていうのはあるかも。でなんか結構なんていうか、こういうみんながいる場所でもちょっと手を出したりとかしちゃうの OK？ 手繋いだりとかは全然 OK。肩にこう手回したりとかはいいけど、公共の場だからそこまでね、ハードじゃなければ大丈夫かも。腰に手回しても全然大丈夫。お尻お尻たまにあるじゃないですか、海外のカップルが後ろのポケットにお互い手入れてる姿。それだったら全然、ポケットだったら全然いいけど、がっつりお尻触りに来るのは違うかも。確かにそれ違うかも。なんで肉食系許しますか？もうガツガツ来てほしい。積極的な人が好きなので、草食系みたいなちょっとなんかこう、一歩引いてるみたいな人は、あんまり好きじゃないですね。草食系か肉食系、どっち許しますか？草食系。どっちでもいい。悩んでる。じゃあまずなんで草食系許しますか？あんまりガツガツ来られるとちょっと怖い。どうでしょう？でも決められないパターン？決められないです。なんか自分から行けないし、来られるのも気持ち悪いけど、なんか人によってはなんか良くなっちゃう。なんか恋愛難しそうじゃないですか。ナルシストか中二病、どれ許しますか？中二病。私も中二病かな。中二病。まあこの俺がもしかしてダークな過去を持ってるんだからそのファンタジーの世界の方を許すんですね。なんか面白いかなって感じ見てて、ナルシストでも全然いいけど、なんか度が過ぎたらちょっとめんどくさいかも。わかるかも。中二病の方がまだなんか楽しいかも。ナルシストだとなんかね、
なんか自分が一番みたいな、譲れない人にっていうイメージがあるんで、中二病はオタク精神で譲ってくれそうなんで、好きです。例えば中二病の中で自分のなんかストーリーみたいなのあるの。俺は実はあのキングダムから来てて、戦って今ここで生きてるんだからね、みたいな。かわいいかわいい。じゃあ、ちょっとダメ男子いろいろ用意しましたので、どっちの方を許しますかを教えてください。中二病かナルシストどっち許しますか？中二病かナルシスト。全然ナルシストを許す。私もナルシストかもしれない。もう中二病は許さない。中二病は中二までです。大人になって中二病はちょっと焦っちゃうかも。横にいられると今日中二病だと中二病でしょって言っても中二病だから怒ってきますもんね。どうやって解決する？お母さんみたいになっちゃいますから。だからナルシスト。ナルシストの方がちゃんと自分のここも管理してるってことで。確かに。素晴らしい。その俺が自分を大好きよりも俺が自分を綺麗にしてるのイメージが強いってことですか？確かに。でも自信があるってなんか結構見た目、かっこいい風に見える。別にかっこよくなくても自信があればもっとかっこよく見えるから、そういう感じだよね。なんか引っ張っててくれそう。ね、かっこよさそう。かっこよさそう。どっちの方を許しますか？マザコンかシスコン？どっちも嫌だけど、シスコンなんでマザコンではないですか？親とのやっぱり関係性がマザコンだと切れなさそう。縁が。親だと。兄弟だったらもう会わなくてもその後いいかなって感じだけど。納得。どうでしょう？シスコン。なんでマザではない？マザコンだとなんかそのお母さんとかに気使うけど、妹とかだと仲良くなっちゃえばいけるかなみたいな。確かにシスコンだったらそのシスターとシスターのグループにいれば OK。いいですか？マザコンかシスコン？私シスコン。マザコンなんで許しませんか？結婚するってなった時に、ママが言ってるからみたいな、ママがみたいな、そうママはこれしてくれたのにとか、妹ってしてあげることってないからお兄ちゃんにあんまり、そうけどママからしてもらうことは多いから、いやママがみたいになると、何こいつってなるね。じゃあママんとこ行けばええやんってなる。じゃあシスコン逆に例えばお姉さんはみたいな妹じゃなくてお姉さんにコンプレックスあったら、でも別に私弟好きなんでブラコンなんで別に兄弟愛的なのは別にいいかなって感じ、仲いいんかなみたいなぐらいで終わるかも、お姉ちゃんと結婚したいとか言い出したらあれやけど、じゃなかったら別にかな。マザコンかシスコンどっち許しますか？どっちも OK なんだけど。度合いによる。確かにな。すごいマザコンで、私の言うことよりもお母さんの言うこと、いや、お母さんがこの赤い服がいいって言ってたもん。うちは青が好きなのにってなったら、ちょっと、それはちょっと、じゃあずっとお母さんと一緒に住めばいいじゃん。で、ちょっとなるかも。まあ、でもお母さん大事にするのはいいことだと思う。ただどれぐらいのレベル？そう。確かに。尊重してくれたら OK。シスコンのダメなところは？シスコンが私あんまりよくわかんないかもしれない。確かに。お姉ちゃんが妹が可愛くてしょうがないんですみたいな。うちも可愛いと思う。シスコンの方がいいかもしれない。ね、シスコンの方がいいわ多分。なんか妹とかお姉ちゃんとかだったら可愛いってうちもできる。可愛いって。でもお母さんには可愛いってできないから。そっちの方がいいね。じゃあもう一見変わりました。シスコンになりました。シスコン。オッケー。くちゃらかくしゃみがでかい人どっちの方を許しますか？くしゃみでかい方ですかね。くしゃみでかい方かな。くちゃらの嫌なところは？いや、シンプルに汚いです。食事中だから静かに食べたい。ってなっちゃう。恥ずかしくないですか？それはなんか言えるじゃないですか。いや、うるさいよって言えるけど、なんかくちゃらってなんかちょっと指摘しづらいところがあるんで、本人自覚してないと思うんで、多分そういうのって。くちゃらだと、聞くことしかできないんで。もう引いてるって感じですね。くちゃらかくしゃみがでかいどっちの方を許しますか？くちゃらかくしゃみがでかい。
くしゃみがでかい。くしゃみがでかい方。くちゃら負けた理由は？単純に一緒にご飯食べてて音が気になっちゃうかなって思いました。結構なんか日本だとくちゃら気にする子多いんで、くちゃらだと、あ、くちゃらだみたいな。なんか食べるたんびに気になっちゃうかも。音立ててるみたいな。What is on your kill or keep list? I hope we are on your keep list. Please give us that subscribe and that like. It will help us out a lot so we can continue making interviews for you. Thanks for checking out Ask Japanese. My name is Kathy Cat, and this is the next video I can definitely recommend you if you're curious about dating Japanese girls. We got you covered. I'll catch you soon. Bye.